こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、ハイヤーセルフのつながり方とか、ハイヤーセルフの感覚とか、そのあたりをやりたいと思っています。ハイヤーセルフ、チャネリングみたいなもんなんですけど、ハイヤーセルフって自分自身ですから、本来の自分自身、本当に今のね自分はハイヤーが小さくなって自分になってるとかね、ハイヤーの力を使うとすごいとかね言ってますけど、ハイヤーセルフとつながるっていうのはどんな感じなのかっていうことですね。こう今やりたいと思っています。で今ねちょっと誘導していくので、なんとなくこの感覚っていうのを捉えていただくといいと思うんですね。本当にね簡単なんですよてか私たちいつもハイヤーセルフだから、ハイヤーセルフどこにいんのみたいな感じだと思うんだけど、ハイヤーセルフなんですよ。その感覚を掴んでいただくのがいいと思うので、ちょっとやっていきますね。じゃあほんと簡単になってるから、私のやつは光の玉、大きい光の玉をイメージして、ラクちゃんも大きい光の玉イメージしてください。今スケート乗ってきます。はい、大きい光の玉イメージして、光り輝かしてくださいね、ファーっとね。でそれを、上からかぶせる感じ、自分自身がかぶせる感じ、その中に入ってもいいし、ポーンと入ってもいいし、その上からかぶせる感じで光の玉をね。でこの光の玉に入った感覚を感じていきます。どんな感じしますか？このハートの気持ちとか、このお肌の感覚ね、この今玉に入ってますからね。何にも感じなくてもいいですけど、なんかあったかい感じとか、ほんわりした感じとか、あと頭とかはどんな感じしますかね。頭がぼーっとした感じとか、どんな感じがするかなバナちゃんツルツルになっちゃったから、この間ね神様に髪の毛お供えしてきたからツルツルになっちゃった。今ハイヤーにつながった感じね、光の玉の感じを想像する。この入った感じがハイヤーセルフの感覚なんですよ。結構頭ぼーっとしたり、すっきりするっていう人もいたり、ぼーっとするっていう人もいたり、両方ありますけれども、これも自分なりの感覚でいいから、不正解がないですね。間違いは全くありませんので、一番簡易的になってるっていう感じだね、これが。でこの感覚のままこんな感じだってことね。でこのままちょっとチャネリングをしてみましょう。ハイヤーからなんかメッセージもらってみようかね。今の私に対してのメッセージくださいみたいな感じでちょっと投げますよね。今の私に対してのメッセージくださいで、返ってくるメッセージを五感で感じていきます。なんか来た人いるかな。私はいいペースだよっていう感じですね。そのペースだよみたいな感じで、言ってる。宇宙につながり続けんだよって言われた感じがありましたね。分かったかな。これもチャネリング始まっちゃうんですよ、これで。ハイヤーにつながってる感覚っていうのは大したことないってことですね光の玉に入ったなんとなくボワーンとした感じとか、あとは冷たいとかあったかいとか、そういう感じでもいいんだけど、こんな感じなんですよ。で、この感覚っていうのは、自分自身が安心
ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になる。まあ無になってたりすると思うし、安心ほっとする、同じエネルギーなんですね。同じ波動なんですよ。これハイヤーセルフなんですよ。だから私たちは安心してる時、ほっとしてる時、リラックスしてる時、好きなことをやってる時、無になるなんか時、ハイヤーセルフなんですよ。登ってきましたね。ハイヤーセルフ登ってきましたね。いつもハイヤーセルフであるんだけど、ずれてるんですよ。安心してない時はずれてるの。ハイヤーからいつもだからどこにハイヤーはいるんだみたいになってるハイヤーセルフそのものであったんですよ。いつも私たちは自分がハイヤーだったってことなんですよね。でそこからずれたことが結構多かったってことだから、なるべくこの安心ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になるの波動になっていただくといいと思います。でよく分かんなかったらなんていうの、さっきの光の玉をこうかぶせてぼーっとしてみたりとか、なんかそこからメッセージもらってみたり、あんなの別にイメージしなくたって安心してる時にふっとくるメッセージとか、ハイヤーにつながるって意図してふっとくるメッセージも全然取らなくても全然いいし、取りたいんだったらやっぱ意図的に取りたいっていう風になんて言うんだろう、投げるっていうか、ハイヤーセルフにメッセージちょうだいとかっていう感じでこっちから意図するとメッセージが来るんですよ。意図的に来るっていう場合は。だけどそれ以外はいつも意外と来ない意図しないと、インスピレーションとか直感も全部ハイヤーセルフから来てるから、あ、そうだ、なんか今日はフライドライスにしようとかさ、あの人に電話しようとか、これもハイヤーセルフから来てるから、だいたいハイヤーセルフとか高次元とかね、自分の関係あるガイドとかそういうところから来てると思いますので、そういうのも全部高次元から来てるんですよね。直感とかインスピレーションってあるじゃないですか。あの人に電話しようとか、なんか今日の夕飯これにしようとかってあるじゃんなんかこれも実はチャネリングであり、ハイヤーからのメッセージだっていうことなんですよね。でこれからの本当に時代って、このハイヤーのつながりが一番大事だなと思うの。創造主とかさ、スターシードとかやってるじゃないですか。これも一緒だから、結局は創造主もスターシードも、スターシードはちょっとあれかな、宇宙人、でも高次元の波動であるってことだと思うし、創造主の波動と、ハイヤーセルの波動一緒ですから、結局同じことなんですよ。だからこれ以上上がないから、自分自身につながってればいいってことね。自分自身の大元の源、自分自身ってすごいんですよ本当に、だからこのすごい力を使いたいじゃないですか。ハイヤーセルフの力使いたいね、創造主の力使いたいじゃないですか。使い方は自分自身がリラックスしてる時が、要はもう最高の波動であり、ハイヤーセルフそのものになっているから、なるべくこういう時間を長くとって、あとは来るインスピレーションを取れるように、波動が乱れてると、要はインスピレーション来たり何かのメッセージが来てても全然受け取れないですよね。自分自身が余裕がなさすぎて。わかると思うんだけど、もうね、いっぱい来てるんですよ。いっぱいいろんなのをね、下ろしてくれてるのね、ハイヤーとかって。ピンピンって、あの人この人とかやってくれてんだけど、自分自身の波動が乱れてたり、外側の世界に入り込んでると、この辺りのインスピレーションとか気づきっていうのに気づけないんですよ。忙しくてもう翻弄されちゃってるみたいな感じだと思うから、なるべくこういう感じで光の玉で自分自身が包まれたイメージをしたり、ハイヤーに意図的にチャネリングしてみたり、あとは、日常生活の中でなるべく安心ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になる、アホリズムですねアホリズム怒られちゃうかな。ハイヤーセルフがでも遠いものっていうのも本当に幻想、なんか外側にあるような気がするじゃないですか。
どこにいるの、神様はどこにいるの、ハイヤーセルフはどこにいるのみたいな感じだと思うんだけど、実はもう自分自身はいつもハイヤーセルフであったっていうのがオチなんだと思うんだよね。私の中の感覚と、私はそのエネルギーとして見てるから、波動とかエネルギーとして見た時に、なんでこの辺りが分かったかっていうのは、創造主のエネルギーかな。最高の波動、ボルテックスとかだ。ボルテックスとか、ソースエネルギーとか、あと潜在意識ですね。潜在意識を使うようになってきて、なんかそのあたりのエネルギーのことがなんとなく分かってきて、で、私チャネリングを始めて、それ以外にはチャネリングを始めたんですよ。こっちは引き寄せをやりたくて、ボルテックスってどんな感じなのかな、ソースエネルギーとかね、潜在意識の力使いたいなとかっていう感じで、引き寄せをやりたくてこっちのエネルギーのことを自分自身が捉えてたんだけど、それ以外にチャネリングを始めた時にハイヤーセルフにつながってチャネリングを始めたじゃない。ハイヤーこんな感じなんだ、あれと思って、あれ同じだ、こっちとこっちのエネルギー一緒だっていうのがもうイコールだったんですよ。本当に同じエネルギーだから。で、あとその安心してる時のエネルギーと、安心してる時、ホッとしてる時、リラックスしてる時、無になってる時、好きなことをやってこう没頭してる時のエネルギーとイコールなんですよ。眉毛上がっちゃったイコールなんですよね。イコールなんですよ。名前が違うんですよね。で、いろんなものになってる気がするから、やっぱりあれもやんなくちゃこれもやんなくちゃみたいな感じで忙しくなってる感じするんだけど、同じこと言ってますから、もう頭使わないでぼーっとしてりゃいいんだよっていう話ですね。やっぱりヤギ見てればもうハイヤーセルフであり最高の波動であるって感じだから、そうで自分自身でこの波動でいる、ハイヤーにつながったこのね安心の中にいる、ハイヤーセルフそのものでいるっていう感じとか、あとはリラックスして、あとはインスピレーションに沿うっていう感じのことをやっていただくといいと思うんですよね。ハイヤーの感覚なんとなく分かったかな。簡単ですから緩ましてあげてください。本当なるべく日常生活の中でなるべく長くこの波動でいるっていうのが大事だと思いますので、ちょっと騒がしくてすいませんはい、日常生活そんな感じでいろいろやってみてください。ではでは。